ゼロ様の人類滅亡計画ということで、今回もね、いつも通り、ギリギリになっておる話ではあるんですが、10月25日発売されました漫画版汎用にゃしゃ姫第14の章、9章のね、話を椎名隆先生のブログでのところも踏まえながら、やっていこうかなというところでございます。もうそろそろね、次のね、15の章がね、発売されるところではあるんですけど、はい、早速やっていきます。ではまず、軽く前回までのね、振り返りしていきますと、この時代樹の精霊の西へ行けという指示を受けたやしゃ姫たちだったんですが、麒麟丸のね、配下である司教に襲われたり、それを倒したりとかね、いうことがありつつも、竹千代陸リオンと共に改めて西国へ向かう旅っていうのが、進んでいったところではあったんですけど、ここでまた新たな資格としてタコ妖怪にね、襲われてしまいます。でもこのタコ妖怪に関しては、軽くね、追い払うことができたんですけども、こいつがその愛や姫をさらっているっていうのがあったり、これまで襲ってきた司教ともね、何かしら関係があるんではないのかなというところに気づいてはおりましたので、その愛や姫を助けに来ていた木下藤吉郎と共にタコ妖怪を倒して愛や姫を救いに行こうねっていう、このヤシャ姫サイドの話とですね、もう一つ、この15年前に、この木下藤吉郎と犬夜叉弥勒たちが死言の玉というですね、どうにもこの死言の玉と似た名前を持つ宝玉。これを手にしている妖怪のその調査の話のですね、メイン的なこの2つの話がございましたので、まずはですね、その犬夜叉の過去の話からちょっと見ていきますと、この調査で現れたガンマという妖怪がですね、前回の話だけで言うと、犬夜叉の放つ明度残月を弾き返し、犬夜叉たちをその冥界送りにしてしまうどころか、その冥界への道をこじ開けて、追ってくるよっていうね、ほんととんでもないやつ、とんでもないこの力を持ったね、やべえ妖怪なのかな、みたいな話をしたりしたんですけども、結局のところ、このガンマっていうのは自身の子供、子ガンマをね、助けるためにいろいろ頑張ったんだねっていう、その親子の絆の力、物語だったなっていう話で、別段その特別なね、妖怪っていう話でもなかったねっていうのがあったりしました。で一応この死言の玉のね、力もね、あったのかなという話なんだけど、この死言の玉に関してもですね、どうやらその亡くなった人の口の中に玉を含ませる葬儀の仕方をする地域があるみたいで、だからこの死言の玉っていうのはその時に使用されたもの、その死者に含ませる玉だから、その死言の玉って呼ばれているっていう話なのかなっていう僕はそんな解釈をしました。でね、その時のその死者の思いだったりということで、15年前はね、ある程度力を持っていたそうなんですけど、今は特に持って、その力もね、なくなった状態であるよということみたいですので、特にその死魂の玉ともね、別に関係がない。だから正直この犬夜叉の過去編に関してはですね、木下藤吉郎の出会い部分はあったりしたんですけど、特に今の夜叉姫たちがね、戦っているそのメインのね、汎用の夜叉姫メインとなる、そのゼロやキリマルにね、通じる部分は特になかったのかなと思うんですけども、結局この過去編でメインとなるところはですね、やっぱりそのガンマ親子のこの親子愛の部分なんですよね。この話を入れることによって、犬夜叉弥勒さんともね、ちょっと通じるところがあると言いますか、この親子の絆の話を通しまして、その改めてですね、この犬夜叉弥勒っていうのも、今ね、父親として子供たちのために頑張っているんだねっていう、その父親としての二人の姿っていうのが椎名隆先生流にね、描かれていたかなというところでございました。そして、犬夜叉の方はね、そんな感じだったんですけど、次にね、見ていくのがこの夜叉姫とタコ妖怪、そしてこのさらわれた愛や姫に関しての話になってくんですけども、戦いに関してはこのタコ妖怪自体はそれほどね、強い力を持ったやつではなかったなっていうのもあるし、あとはその木下藤吉郎さんの、15年前に続くその起点によりまして、タコ妖怪の子供、小タコ妖怪を、うまく利用することで解決していくっていう話。だからそのこれまでその敵の妖怪っていうのは基本的にね、ぶっ殺していく、決着が多かったんですけど、それとは打って変わってね、だいぶね、平和的な決着のつけ方でございました。で、このタコ妖怪というのが、そのゼロの指示をでね、動いてる妖怪だったということが、ここに協力して動いているっていう話でしたので、こいつを通してですね、ゼロの企みの一端がね、わかる話がね、ちょっとあったんで見ていきたいんですけど、まずそのタコ妖怪を使って愛や姫をさらった理由なんですが、これはそのアニメでも得意だったこの洗脳ですよね。洗脳技。これを使いまして、愛や姫を操っていくよと。で、その愛や姫の人質先、人質の姫としてね、織田家の方に送られて、いる姫なんですけど、愛や姫っていうのは。だからその人質先である織田家にも、入り込んでいき、最終的なその当主である信長、織田信長もうまいことを操って、その人の世を終わらせようとしているっていうのが、とりあえず目的だったのかなっていう話でした。でも一応この、人の世を終わらせるのが、ゼロのね、目的だよっていうのは、その11の章での、混沌さん
さんの回想シーンでもありまして、で、そっちの方では、キリン丸の配下、その司教以外にもですね、この漫画版だと色々、妖怪たちを束ねている描写があったんですけど、その妖怪たちを使って、人を滅ぼすと言いますか、地上を支配するみたいなことを言っていましたので、配下だけではなく、あらゆる手を使ってでも滅ぼしたいほどに、その漫画版でも、ね、人間のことを憎んでいるというか、どうにかしたいと思っているっていうのがね、分かってくるのかなって話なんですが、今回も最終的に織田信長の力を認めた上での計画であるっていうところだったり、その混沌さん、前のね、その11の章で混沌さんに対しても、その人の力を学んで、それを使って、世界我が物にするその手助けをしろみたいな風に指示していたことからも、その人間に対してすごい憎しみはあるんですが、その持っている力に対しては非常に認めている部分がある。なーっていうのがね、ちょっと見えてくる。それがその人の力を利用して、人類を攻撃する。人類にあだなすっていうところにある意味こだわっているようにもね、ちょっと感じたりするかなというふうにもしたんですが、結局ですね、今月号、ラストのページですは、ついにこの03自身がですね、これまでその司教部下をね、司教を使ったり、配下を使ったりっていう話だったんだけど、ついにその0自身がね、手を下していってやろうみたいに風に言っておりましたので、もうちょいその、だんだんとね、0の正体っていうのが見えてくるっていうか、その正直、ヤシャ姫目線ではまだ全然そのゼロの存在自体もあんまり分かってないのかなっていう風に思うんだけども、案外その03自身との決着っていうところはね、早いうちについていくのかなっていうのはね、少し思いましたねっていうのが、とりあえず今回の、話だったんですが、ちょっとね、おまけの話で次回のね、話になってくるんですけど、どうやらもう次の話ぐらいからですね、その殺生丸様の行動理由っていうのが明らかになってくんのかなみたいなことをですね、ちょっと椎名、先生がね、言っておられたんですよね。だからつまりですね、14年、5年前にその生まれたばかりの鳥羽刹那を残して、西国へ行った理由というか、そこで何があったのかみたいなところ。ここら辺でやっぱりリンさんとかね、リンシャカゴメのその状態というところもね、分かってくるのかなと思いますし、そして、その8年前陸と行動を共にしているシーン、ここもね、ちょっと分かってくるっていうのがあったり、そして現在もですね、混沌さんとの戦いのラストのシーンですね、なんやかんや助けてくれる、そのギリギリのところでちょっとね、手助けしてくれるみたいな部分があったんですよ。だからその、具体的にめちゃくちゃ手を貸してくれるわけではないんですけど、ちょっと見える範囲でね、見守ってくれているっていうのが、これまでのね、その殺生丸様の動きとしてはありましたので、そこら辺の殺生丸様の、行動原理というところがですね、次回15の章ではね、そろそろ、分かってくるのかもしれませんね。っていう感じでですね、軽くではありましたが、今回はですね、漫画版汎用の夜叉姫第14の章、9章の話でございました。